皆さんいかがアクアお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はアクアリウムラジオシャープ14ということでやっていきたいと思います。今回のお話なんですが、タイトルにもあるように救世主現るというお話をしたいと思います。いや、なんのこっちゃと思われた方ばかりだと思いますが、今回ですね、私、アクアリウム部屋を借りたいということで、今までいろいろとこのラジオでもお話をしてきました。ここで簡単にこれまでの経緯を振り返っていきます。私はですね、自宅で4.5畳の狭い部屋で今、アクアリウムを楽しんでおります。これでも、できなくはないということで、今まで動画でもしっかりとお見せしてきたつもりです。ただですね、やはり4.5畳だとできることも少ないですし、いろいろ家族に気を使ってね、やらないといけないところもありますので、それであればアクアリウム部屋を借りるというのはどうだろうかということで、進めてまいりました。ただね、なかなかハードルが高くて、不動産屋に無視されるということであったりだとか、防水もね、前回お話ししましたが、なかなかね、完全防水っていうのは難しいというところで、いろいろね、皆さん本当にたくさんコメントいただきまして、いや、ありがとうございます。いや、もうね、それを見ると、いろいろアイデアが湧くもんですよね。いや、本当に相談させていただいてよかったなと思いました。ちなみに不動産屋に無視をされるということの、話なんですけど、それをね、ちょっと補足をします。あれからコメントいただきまして、いや、これね、そうだなと思ったのが、いや、おそらくこれ、冷やかしだと思われたんじゃないですかというコメント複数いただきました。いや、ありがとうございます。これですよね。いや、もうね、いや、私ね、本当にアクアリウムがある生活が当たり前すぎてですね、家に水槽があるというのをね、なんて言うんでしょう。何の疑問もなく、思っちゃって、それをですね、不動産屋さんに、どれぐらいの水槽を置きますか、どれぐらいの重量ですかっていう、問いに対して、最大で200キロぐらいじゃないですかねと、正直に答えたわけなんですが、普通に考えたら200キロという重量物を、家に置く、部屋に置くのをですね、許可してくれるところ、そんなに数多くないと思いますし、そもそも200キロっていうのがね、想像ができなくて、なんて言うんでしょう、冷やかし、というふうに思われたいうこと、これ結構可能性ありそうですよね。いやー、もうっていうことはね、もう悪いのは私です。はい。で、今度は防水についてです。防水って言ってもね、やっぱりなかなか完全防水っていうのは、無理だということで、なんでこんな話をしたのかというと、私ね、ちょっとYouTube で、面白い動画を見まして、タイのお話なんですけど、タイのですね、テナントなんですよね。で、それで、カフェなんですけど、そのカフェの床がですね、なんと、お魚が泳ぐ池になっていると。いうことで、お客さんは裸足でですね、その、池というか、その床にね、水が張ってあって、そこを鯉とかいろんな魚が泳いでるんですけど、そこに足をつけながらですね、魚も楽しみながらカフェを楽しむと、そういうのが、あって、いや、こんなことができるんだと、思ったんですよね。ちょっとせっかくなのでリンクは貼っておきたいと思います。興味ある方は見てください。はい、そんなのがあって、防水ってできるのかなと、単純に思っちゃったわけですよね。で、完全防水っていうのは私もあんまり考えてはなくてですね、水が万が一、例えば地震とかでこぼれた、あるいはパイプですよね、ホースが外れてしまって、水が漏れたとか、それが一番最悪のケースかなと思うんですが、その時に、完全に防水っていうよりも、時間稼ぎであったりとか、ある程度他の、下の階とかにね、影響がいかないようにということで考えています。はい。で、なんとかね、いろいろ私、アイデアが今浮かんできていますので、それをね、もし借りたら実践したいなというふうに思っています。はい。で、そんなこんなもありながら、ちょっと本題にね、戻っていきたいんですが、はい。救世主現る。これ何の話かと言いますと、アクアリウム部屋を借りるためにですね、不動産屋さんに当たってるんですけど、当然複数の不動産屋さんに今当たっています。
その中である不動産屋さんがですね、これ実際私お会いしに行って、お話を聞きに行ったんですけど、担当直入にですね、アクアリウムをやりたいんです。アクアリウムをやるための趣味の部屋っていうのを借りようと思っていますと。いうことで話をしたらですね、なんとその不動産屋さん、ちなみにお魚ってどんなの買います？例えばエンゼルフィッシュとかグッピーとかええ私それ聞いた瞬間にですね、やってます聞いたんですよ。実際その方はね、やってらっしゃらなかったんですけど、いや、魚の種類でエンゼルフィッシュってなかなか出てこなくないですか？いや、もうこれね、私、おっしゃーってなったわけですよ。で、これは理解ある人来たぞね。結論、その人が救世主っていうことなんですけど、はい、もしかしたらこれ話早いんじゃねえかなと思いましてですね、いや、もうそっからもう話盛り上がるわけですよ。そうなんですよ。ね。で、水槽ちなみにね、これぐらいの大きさの、最大で200キロとか置くんですけど、っていう話をしたら、いや、わかりました。ね、で実際もうその時にはですね、私当然目星の物件っていうのは、決まっていたので、実際これ内見も行きました。でね、そこにしようかなって実はちょっと思ってる物件が見つかって、で、それをですね、オーナーさんに対して、その不動産屋さんがですね、ちょっと水槽を受けるかどうか確認しますと。はい。で、オーナーさんにですね、確認しますということだったので、もうぜひお願いしますということで、確認してもらったんですよ。で、その物件のお話なんですが、ちょっとここからね、物件のお話になります。すいません、ちょっとドタバタといろんな話が頭の中に思い浮かんでしまって、まとまりのない話になっているんですが、その物件がですね、なんと、普通の一般の住居用ではなく、テナント、なんて言うんでしょう。事務所利用 OK っていうようなそういう物件だったんですよね。はい。で、それ実際内見行きまして、広さで行くと20畳ぐらいあったんですよね。で、事務所用物件なので、お風呂場とかないんですけど、一応ね、トイレがあったりとか、キッチンも、簡単なのがついているので、一応水替えとかもできるかなと、思ったんですよね。はい。で、このテナントってね、結構、高いんですよ、一言で言うと。例えば、敷金、礼金なんかもですね、普通の、賃貸物件と比べても、かなり高くなったりとか、借りるのにね、結構保証が必要だったりとか、割とハードルが高いんですよね。ただ私、一度そういうのを借りていた経験もありましたので、で、家賃とかもね、普通より結構高いんですよ。ただ、今、家賃は言いませんけど、その物件、同じその20畳ぐらいの、ワンルームってもっとちっちゃいと思うんですけど、結構ね、それなみの価格、しかも駐車場付きだったんですよ。いや、もうこれはね、めっちゃええと。いうことで、しかも、そのアクアリウムに、もしかしたらちょっとね、精通しているような不動産屋さんに当たることができたと、ちょっと運命を感じているわけですよね。はい。で、その後ですね、実際このオーナーさんに、オーナーさんが重量物を置けるか調べてくださるということだったので、返答待ちだったんですが、どうやら大丈夫ということのようです。で、実際その建物がですね、鉄骨造になっておりまして、かなりぶっとい柱が入っている、そんな物件なんですけど、おそらく大丈夫なんじゃないかなと、さすがに床がね、抜けるようなことはないだろうということです。はい。そんなね、かなり条件的にはいいなって思う物件なんですけど、1個ちょっと不安点があるとしたら、実は2階です。はい。いや、そうなんです。実は防水のお話をしたときに、内見見に行っていましたので、はい。実はそういうことなんですよ。はい。で、2階なので、1階はですね、また別のテナントというか、店が入っているので、やっぱりね、漏らすわけにはいかない。はい。ということで、ちょっとこの水漏れリスクっていうのは、当然不動産屋さんと相談しながら、オーナーさんと相談しながら、保険はね、必ず入ってほしいと、いうところ、火災保険と、その特約ですよね。特約は入ってほしいということと、水漏れがね、なるべく起きないように、工夫はしてくださいということだったので、はい。それはちょっとなんとか自分で考えたいと思います。
はい。で、あとね、この物件にしようと思ってる結構最大の理由がですね、テナントで、残地物があると。で、残地物って何かっていうと、エアコン、で、トイレ、そしてキッチン。これがね、残地物だということなんですよね。これ皆さん意味わかります？要するに、前に入っていた方が置かれたもんですと。トイレキッチンそうなんですよ。いや、これね、そのまま置いたものでじゃあ取り外すことできるんですかって聞いたら、できますよ。マジトイレ外せんの？外さんけど。マジキッチン外せんの？聞いてくれたら、はい、オーナーさんに確認します。そんな感じね。いや、びっくりしません？でね、あと床なんですけど、パッと見ね、カーペット、絨毯だったんですよ。絨毯っていうかタイルカーペットっていうんですか、なんかこのね、正方形のタイルがこう敷き詰められたその絨毯タイプだったんですけど、もう簡単にペラってめくれて、で、めくった下がね、フローリングだったんですよ。で、そこに、要は接着剤を引いて、接着剤を塗って、で、そこの上にこうタイルカーペットを置いていると。そんな感じで、結構ね、時間が多分経年が、あったのか、もうすぐにね、そのタイルも剥がれるような状態だったので、この辺もリフォームっていうか自分でやってもいいんですかって聞いたら、全然いいですよ。マジじゃあ壁、例えばこれ壁紙って張り替えていいんですか？全然いいですよ。めっちゃ自由やんっていや、思ったんですよ。いや、確かにね、この、事務所であったり、テナント系、店舗系っていうのは、結構改装していいんですよね。で、実際これ、どこまでやっていいですかって聞いたら、それをオーナーさんに確認しますとのことだったんですが、基本的には別に汚くしなければ何でもいいですよということだったので、現状回復もね、せずでもいけそうな感じ、ちょっとこれはね、しっかり詰めないといけないんですけど、はい。いうことでですね、私、せっかく部屋を借りるのであれば、やっぱり趣味の部屋にしたいんですよね。で、アクアリウムもやりたいんですけど、いろいろDIY とか、やってみたいことがたくさんあったんですよ。で、アクアリウム以外にね。なんで、ちょっとフローリングの上に、床を変えたり、もしかしたら壁紙変えたりとか、いや、ちょっとね、私のやりたいことが結構これできそうだなと。いうことと、あとね、普通の賃貸物件で DIY とかなかなか音がちょっとね、やっぱ気にするじゃないですか。で、この物件、当然上も下も、入ってるんですけど、テナントなんですよ。で、ワンフロア丸々、自分の部屋に今なりますので、そういう意味では騒音の問題も、結構解決できるのかなというふうに思いますので、いや、ちょっとね、値段もめっちゃ安いので、いや、これいっちゃおうかなと、今思ってます。はい。で、家族にもちょっと相談したんですよね。そしたらね、なんとか OK をもらいました。はい。っていうのもですね、実は私の妻が、家でね、結構仕事をしていまして、仕事というか、お客さんが入るような仕事をしてるんですよ。で、その時にですね、私の我々家族が住んでいるので、ちょっとね、その間に、逃げる場所が欲しかったんですよね。そういう意味でも、妻もそこは分かってくれていたので、いや、もうそれなら全然いいんじゃないと。いうことで、いや、OK 出ました。なんでね、一応ちょっと私、いや、契約しようかなと思ってますので、はい。いや、ちょっとご報告をしました。はい。ということでですね、そんな形で、私のアクアリウム部屋、本当に皆さんのいろんなアドバイスのおかげで、ここまで、なんとか来れております。はい。なんかね、私一人で作って、借りてるような感覚がなくて、ちょっとね、本当に皆さんのおかげなんですけど、はい。これからもいろいろDIY だったり、本当に相談することが多いかと思うんですが、ぜひ本当にコメントいただければ、大変、いや、嬉しく思いますし、いや、なんかもうね、なんて言うんでしょう、もうみんなでやっていきたいというふうに、今思っておりますので、ぜひご協力いただければ嬉しく思います。はい。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。